皆様、こんにちは。株式会社ネクステムズの比嘉と申します。本日は我々が宮古島から普及展開を図っているエリアアグリゲーション事業および再エネサービスプロバイダー事業についてご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは資料を共有します。我々は宮古島でカーボンニュートラルを宮古島からカーボンニュートラルを目指しております。このような事業が経済産業大臣賞というような賞もいただくことができました。事業の内容といたしましては、まずネクステムズがございまして、ネクステムズは太陽光電気エネルギーを制御技術で整えるというようなエリアアグリゲーション事業を行っています。詳細は後ほどご紹介します。で宮古島では宮古島未来エネルギー、久米島では久米島未来エネルギーを設立しておりまして、現地に従業員もございまして、そのようなスタッフが太陽光発電設備をですね、無料で設置して、太陽光なエコな電気を各住宅、あるいは事業所等にサービスするというような事業で、再エネサービスプロバイダー事業というものを行っております。では、私は長年、沖縄電力グループの、技術会社に所属しておりまして、そのような事業を通じて培った技術力をこれらの事業に効果的に反映して展開を図っております。エリアアグリゲーション事業の内容としましては、まず、各住宅、あるいはその事業所等のオンサイトに、テムズゲートウェイというような通信端末を設置します。この通信端末からオンサイト内では太陽光発電設備、あるいは蓄電池、あるいはエコ給湯器、あるいは電力メーカー、それと電気自動車などの EV ですね。それらのものを接続しまして、その状態監視データをクラウドシステムの中に通信で届けて、クラウドシステムの中から監視しながら制御できる、そのような事業をですね、展開を行っております。一方、宮古島未来エネルギー、久米島未来エネルギーのような再エネサービスプロバイダー事業としては、全国的には最近ではオンサイト PPA 事業というふうに一般的には呼ばれています。これらの事業は建物内、建物にサービスを受け取るその建物に太陽光発電設備、蓄電池、エコ給湯器、あるいは電気自動車などの EV を無料で設置して、太陽光発電設備から作られるエコな電気をこの家に自家消費用電気として売電するということを行います。で、昼間、太陽光電気が余ればですね、系統側に逆潮流で電気を押し流して、そちらの余剰電力も販売しております。オンサイト PPA、再エネサービスプロバイダー事業としては、無料で設置した設備をこのような売電収益を通じて投資開始を行う事業ということになっております。我々はこのような形でですね、人々の暮らしに寄り添った形で太陽光、蓄電池を普及展開を図っていきまして、それをすべて常にですね、コントロール、監視、制御できるような状態に整えていこうと考えております。で、このような設備をですね、沖縄では沖縄電力株式会社が、電力系統の運営者ということになっておりますので、そちらと連携を図るような形で、その地域で得られた太陽光発電の電気をその地域内で使っていく、そのためのその需要と供給のバランス、その調整を行うためにエリアアグリゲーションという技術を用いて制御していこうというふうに考えております。
この写真は2018年、から我々普及事業を展開しておりますけど、2018年度に設置しました宮古島の島内にあります市営住宅の屋根上に太陽光を設置した写真です。写真ではなかなかわからないんですが、それ以外に蓄電池も設置しておりますし、エコ給湯器も設置しております。このような設備を用いて入居者の方々に太陽光のエコな電気、あるいは台風等の停電時にもですね、活用できる蓄電池、エコ給湯器というものでサービスを行っております。宮古島は1年間を通じて、たびたび台風が押し寄せる島、地理的、状況になっておりまして、台風のたびに、3日間とか4日間とか停電する場合もあります。その時に、蓄電池あるいはエコ給湯器が活躍しますので、入居者の方々には好評を得ている状況にあります。このような2018年度に行った、市営住宅を皮切りに2019年の福祉施設、2020年は後でご紹介しますけど、栗間島にも普及転換がかかってまして、今現在は宮古島全域に対してですね、戸建て住宅600件、市営住宅500戸、事業施設20カ所などのような計画のもと、普及展開を図っていっております。我々はこのような普及転換を図る上で、ストレージパリティというモデルの開発に取り組んでまいりました。ストレージパリティというのは、太陽光で作られた安い電気を蓄電池に充電して、それから得られる電気が、すでに商用系統から得る電気よりも、同等かあるいは安い状態のことを示します。そのためには、設置コストの低減を図る必要がございましたので、これは標準の設置形態のシステム構成になるんですけど、パネル20枚、蓄電池1台をですね、かなり効率的よくその設置できるように開発、設計を行いまして、現時点では半日から1日程度で1箇所の住宅に設置できるような、そのような状態になっております。それでもなおですね、この住宅の、ある程度の消費電力がなければ、ビジネスとしては成り立ちませんし、ある程度の屋根面積がなければ成り立ちません。あるいはその建物の高さ、あるいは、契約者の年齢というのも一定の条件が必要になってきます。しかしながら、このような設備を標準モデルとして開発しまして、その設備等を大量に一括調達することで、ストレージパリティモデルに到達しております。現時点では、太陽光パネルは390ワット、1枚390ワットの太陽光パネルを用いておりまして、それを標準的には20枚設置するというようなシステム構成になっております。太陽光のパワーコンディショナーは 5.5kW、蓄電池は 5.6kW の容量ということになっております。で、現時点での成績としては、材料と施工を込みでですね、1件あたり165万円程度で設置工事が完了できるというようなコスト成績になっております。サービス内容といたしましては、月々の基本料金は無料、なしとしておりまして、重量料金としては 1kWh あたり27円を設定しております。契約期間は15年、設置費はもちろん無料で、余剰電力は我々事業者が電力系統に対して売電するというような内容になっております。で、ストレージパリティに到達させるためには、ある程度の標準世帯モデル、ペルソナの設定というのが必要でして、ペルソナとしては、電気使用量は月 400kWh 以上、で屋根面積は40平米以上、建物の買高としては、足場
工事費などを抑えるために3階建て以下、あるいはその契約者年齢としては65歳未満で、建物の築年数としては35年未満などの条件を設定をしております。例えば宮古島では、なるべく多くの方々に利用してもらうために、このような条件をですね、条件的に不利なご家庭にもサービスをお届けできるようにするために、補助金をたびたび利用しております。その他、屋根への設置が難しい場合はカーポートも提供しておりますし、あるいは、高齢者で契約年齢を超えてしまう場合はですね、代理人契約というようなプランもご用意しながら、すべての申し込み方々をですね、できるだけ多くサービス提供できるように努力して取り組んでおります。このような事業をネクステムズを中心に、宮古島では宮古島未来エネルギー、久米島では久米島未来エネルギーが各地元の事業者等と連携しながらですね、普及展開を図っております。で、今後、石垣島や、あるいはその他の、有人離島が数多くございますので、そちらに対してもですね、このような事業会社を設立するなどして、普及展開を図っていきたいと思っています。沖縄本島については、沖縄電力、あるいは沖縄新エネ開発株式会社とともにですね、現在普及展開を行っております。この画面はですね、現時点でのその復旧状況の画面でして、左側の図は沖縄本島に約100箇所すでに稼働している設備が地図上にプロットされている状況です。でその100箇所のそのエネルギー、発電状況、あるいは蓄電池の状況などをですね、トータルしたトレンドグラフが下の方のグラフになって表示されております。で右側にありますのは、我々が2018年から普及に努めてまいりました宮古島の状況です。地図上のプロットが現在稼働中の各建物ということになります。現在700箇所ほどございます。で下の図は、その合計のトレンドグラフということになっております。この画面を通じて我々は各機器の状態を個別に監視することができますし、あるいはグループごとに監視することもできます。あるいはそのスケジュール設定を行うなどしてですね、太陽光のパワーコンディショナーを制御したり、蓄電池を制御したり、あるいは EV 充電器を制御したり、エコ給湯器を制御したりというものも細かくこの画面を通じて行うことができます。このようなアグリゲーション機能をですね、沖縄全域に展開してまいりたいと思っております。このような技術を応用して、例えば離島では夏はかなり日差しが強くなりますので、葉野菜などが不足するというような現象があります。でそのような中でも、新たな、機能性を有する植物工場の実証を行っておりまして、現在この図、実際には立っている写真もございますけど、このような形の植物工場がですね、ほぼ太陽光だけで稼働できるような研究開発を行っておりますし、あるいは特別な機能としては、島の電気の需要と供給のバランスが崩れた際に、デマンドレスポンスというような指令に基づいて、節電、省電力運転をしたりですね、逆に、負荷を上げて大電力運転をしたり、そのような制御を細かくできるような、新たな機能を持った植物工場、離島での普及展開に合致するような植物工場というものの開発を並行して行っております。で一方ではやっぱり台風がよく襲いかかってくる沖縄地域において、地域マイクログリッドという呼ばれるような事業をですね、沖縄電力宮古島未来エネルギーネクステムズで取り組んでおります。この地域マイクログリッドという技術は、宮古島未来エネルギーが各住宅の屋根上に太陽光を設置して、蓄電池を設置して、エコ給湯器を設置したりすることができます。
でネクステムズがそれらのものを全て束ねて任意に制御することが可能になります。で一方、沖縄電力の方でマイクログリッド蓄電池というものをそのエリア内に設置して、例えば台風停電で宮古全体が停電した際に、このエリアは今回、その来間島、半径2キロほどの来間島というところがそのエリアになっておりますけど、この来間島だけを宮古島系統から切り離して、その設備を用いてですね、地域非常用電源のような形で、例えば4日間、宮古全体が停電している中でもですね、来間島だけはこれらの設備が地域へのその電気供給を賄っていく。そのような新たな電力システム、新たな電力ネットワークに取り組んでおりまして、この事業を通じてですね、技術が完成すれば、沖縄の各離島にこのような技術を普及展開して、さらなるそのレジリエンスの向上、あるいはその離島でもですね、住みやすい環境づくりというものを実現してまいりたいと思っております。我々はこのような事業を通じてですね、地域の責任ある事業として再エネ主力電源化を図っていきながら、さまざまな目標に向かって事業を取り組んでいます。一つは地域経済活性化であり、住民サービスの向上であり、地域のレジリエンス強化であり、環境負荷低減、社会コストの低減、あるいは需給一体型制御で電気の安定供給を図っていこうと思っています。このような取り組みは従来型の再エネ普及と異なり、さまざまな SDGs のゴールにかなうような、そのような効果を発揮できるというふうに信じております。我々ネクステムズ、宮古島未来エネルギー、久米島未来エネルギーとしては、カーボンニュートラルの実現のために再生可能エネルギーの主力化、分散化、あるいはデジタルトランスフォーメーション化を推進してまいりたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。